おはこんばんは、オリーブです。今回はこちらの2馬力船外機のガスケットを交換していきます。はい、いきなり出落ちしていますが、今回キャブレターのガスケットが破れてることに気づいたので、交換して修理する動画を撮ろうと思ったんですよね。本当にね、ガスケット交換だけで作業が終わればよかったんですが、まさかあんなことになるとは。この動画はポンコツなオリーブの提供でお送りします。本当、これなので、真似される方は自己責任でお願いします。そしたらまずは蓋を開けていきます。船外機の馬力の書いてある下の方のゴムの留め具を外すとエンジンカバーを外せます。キャブレターの位置はここになりますね。このキャブレターを外すために、まずはここのエアフィルターですかね。こちらを外していきます。ここのボルトから外していきます。ボルトのサイズは 8mm です。そしたら今度はこっち側のボルトを外していきます。ここはボルトがここより内側に入っているので、エクステンションバーを使っていきます。こんな感じですね。ディープソケットでも代用できると思います。取り外してみると、こんな感じになってますね。このガスケットが1枚目のガスケットですが、奥にある3枚目のガスケットが破れてますね。そしたら今度はここのアクセルワイヤーが抜けないように留めてあるこちらのボルトを外していきます。ここのボルトも 8mm になります。ボルトを外して、ここの金具も外します。はい。そしたら今からキャブレター周りのパーツを外していくんですが、これ結構適当に外すと外しにくいんですよね。なので、いろいろ試した中で個人的に外しやすいなと思う順序で外していきます。そしたら、ここのアクセルワイヤーを外します。アクセルワイヤーを外し終わったので、次はキャブレターの下にある燃料ホースを外していきます。ペンチで外せば外せるかな。よし、外れた。ホースの金具はこんな感じになっていて、ペンチとかで挟んで開きながら外しましたね。そしたら、こちらのチョークの金具を外していきます。傾けながら、これがついてた金具ですね。この穴に、こんな感じで入ってましたね。こちらが外したキャブレターですね。ここも一応外そうかな。ここを2箇所をプラスドライバーで外していきます。緩んだ。ちょうど今外してるプレートの裏の方にあるガスケットが破れてしまっていたガスケットですね。部品を外すとこんな感じになってますね。ゴミ入んないように取り外したところの穴の部分とかはガムテープで適当に養生しておきます。そしたらこんな感じでガスケットを剥がしていきます。プレートみたいな部品の方もガスケットを剥がしていきます。ガスケットを剥がしたプレートは再利用するので、ワイヤーブラシで錆取りします。パーツクリーナーで洗浄しまして、アクセルワイヤーを止めてた金具は、ワイヤーブラシで錆を取った後、ヤスリをかけて塗装しておきました。燃料を抜くネジを外していきます。そしたら次は、ここのボルトを外していきます。ここを外すと、ここのガソリンが溜まるところのケースを外せますね。10mm のソケットで外していきます。そしたら次は、このピンを外していきます。霧みたいな工具で外していきます。ただ押せば、抜けますね。そしたら、このフロートというパーツを外していきます。そしたら今度は、ここのメインジェットを外していきます。ここは小さいマイナスドライバーで外しました。これがメインジェットですね。こんな感じで穴が開いています。それともう一つ。こちらの部品も外れましたね。ここまでは順調だったんですけどね。この後が最悪でした。やっちまった。ここの部分に、こんな感じのパーツが、
こんな感じでついてたんですけど、折っちゃいましたね。なんで折ったかっていうと、掃除をするために今指を指しているところのメインジェットを外したんですが、メインを掃除するならスロージェットも掃除しようってことで探してみたんですけど、見当たらなかったんですよね。で、今指を指してるプラスチックの部品の下にあるんじゃないかと思って外そうといろいろいじってたら折っちゃいましたね。で、いろいろ調べてみたんですけど、ここのプラスチック単体の部品が供給されてないみたいですね。なので、ここのパーツを買うのは諦めて、キャブレターを新しく買おうかなと思います。ただ厄介なことに、この船外機が20年前のモデルなので古すぎるのか、いろいろと探しまくったんですが、同じ世代の純正のキャブレターは手に入らなかったんですよね。なので、何か代替品を探します。はい、ということで、ホンダ純正のキャブレターを買ったんですが、このキャブレターは世代の違う船外機のキャブレターですね。はい、で、ホンダの船外機なんですけど、前期、中期、後期みたいな感じで、これ以外にもあるかもしれないですけど、大雑把に何世代か、このタイプの船外機は世代があるんですよね。今風に言うと、第1世代、第2世代、第3世代みたいな感じなんですけど、船外機のここを見てみると、型番が書いてあるので、それを元に調べてみると、うちの船外機は、この第2世代の船外機なんですよね。BF2D4 ってやつですね。で、こっち側が船外機ごとの対応したキャブレターの型番なんですけど、欲しかったのは、この第2世代のキャブレターで、お店とかに問い合わせてみても、在庫がないですよって言われたんですよね。なので、今回この第1世代のキャブレターを買いましたね。で、このキャブレターの型番が変わると何が変わるかっていうことなんですが、基本的に新しいキャブレターになるほど空気の量を増やしてガソリンの量を減らしながら環境に配慮した作りになってると思います。で、今回買ったキャブレターが元々ついてたキャブレターより一世代古いものになるので、逆に空気の量が減ってガソリンの量が増えるバランスになってる可能性があります。空気と燃料のバランスが悪くて安定しない場合は調整をしようと思います。そのまま使いそうだったら作業完了っていう感じですね。開けていこうかな。こっちが元々ついてたキャブレターで、こっちが購入したキャブレターですね。形状を比較してみると、見た感じ、チョークとアクセルワイヤーの取り付け位置は同じですね。見た目はほぼ同じキャブレター。果たして寸法は測っていないですが、本当に取り付けられるんでしょうか？そしたら、船外機に取り付けていきます。よし、組み立てていくか。まずはこちらのキャブレタージョイントプレートにガスケットを仮止めしてエンジン側に取り付けていきます。これ多分アップって書いてある方が上で手前側に来るように取り付けます。使うガスケットの型番がこんな感じで、形状がこんな感じになってますね。裏返すとこんな感じです。ガスケットがこの向きでプレートをこんな感じで重ねます。そしたら事前にネジを入れてガスケットがずれないように仮止めします。あとはネジを締め込んでいくだけですね。ガスケットが潰れたかなっていう感覚まで締め付けました。ちょうど今指で動かしてる黒いパーツにチョークとつながってる太い金属の針金みたいなパーツを戻していきます。あとは燃料ホースを戻してアクセルワイヤーを戻しました。別世代のキャブレターですけど、ここまでの取り付けは何の問題もありませんでした。ただ別の問題が発生しました。エアクリーナーの丸い溝にこのホースを差し込みながらボディに戻すんですが、空間が狭すぎてこれが全然うまくいかないんですよね。なのでエアクリーナーを戻しやすくするためにエンジンカバーを外していきます。エンジンカバーを外すにはまずスターターロープを外す必要がありますね。スターターロープはナット3本で止まっています。こんな感じで一緒に外れますね。今度は対角線上のナット2つを外してエンジンカバーを緩めました。ナットの下にはワッシャーが入ってましたね。そしたら点火プラグのカバーを外しまして、点火プラグを外します。点火プラグを外さないとエンジンカバーが引っかかって抜けないんですよね。外れましたね。そしたらガソリンタンクを抜いていきます。ガソリンタンクは引き抜くだけで外せますね。こんな感じでガソリンタンクの飛び出てる部分が差し込まれてる感じになってますね。そしたらエンジンカバーを外していくんですが、脇に配線があるので配線を爪から外して避けてからエンジンカバーを持ち上げます。
付けづらかったエアクリーナーのホースはこの辺りについてますね。正直エンジンカバーを外してもだいぶ付けづらかったですね。どうしても小さいボディに色々詰め込んでいるので、パーツの一つ一つが取り付けづらいんですよね。鼻息を荒くしながらなんとかかんとかつけることができましたね。はい。で、エンジンのカバーを戻すときに気をつけないといけないポイントがあるんですが、エンジンカバーの裏を見てみると配線が2つ見えるんですが、太い方の配線が点火プラグの配線で、四角っぽい配線があると思うんですけど、これがキルスイッチの配線になります。で、このキルスイッチの配線がエンジンカバーを開けた時に外れやすい配線だと思います。なので、外れた時は点火プラグの太い配線を追っていくと、根元の方にキルスイッチの端子があるので、そこに配線を取り付けます。最初わからなくて、船外機のエンジンをかけた時にキルスイッチでエンジンが止まらなくて焦りましたね。まあ事前にこの配線のことを知ってれば外れないかもしれないですけど、この配線は気をつけた方がいいですね。それとエンジンカバーのこの辺りなんですけど、今触ってる金属の板みたいなパーツをプラスチックの奥にある状態で組まないと、スターターロープが引っかかったり回らなくなります。どんな状態になるか実際にやってみると、鳴っちゃいけない音が鳴っちゃってますね。ちなみにこの金属の板、素手で触ると手が切れることがあるので気をつけてください。実際手切りました。そしたらカバーを戻していくんですが、カバーを持ち上げるときに外した配線を挟まないように注意しながら戻していきます。カバーを戻すときのコツですが、グリップよりも手前側にテンションをかけながら押し込んでいくと戻しやすいと思います。あとは外したパーツを戻していくだけですね。すべてのパーツを戻し終えたら、キャブレターにガスケットを挟む作業をしていきます。こちらの型番のガスケットを使っていきます。裏返してみるとこんな感じの形になってますね。左がエンジン側のガスケットで、右がエアフィルター側のガスケットですね。ちなみに詳細は省きますが、キャブレタージョイントに使ってたこのガスケットと新たに取り出したこのガスケット、部品番号も形も違いますが、ほぼ同じものみたいですね。純正にこだわるなら BF2D4 の場合はこちらの語尾が801のガスケットを使った方がいいみたいですね。そしたらエアフィルター側のガスケットをこの向きでつけていきます。エアフィルターの突起にはまるような形になっているので、こんな感じでガスケットをはめておきます。その後ガスケットが抜けないようにボルト2本を差し込んで仮止めしておきます。そしたら3枚目のガスケットはこの向きで取り付けてずれないようにボルトにかけておきます。あとは指で押さえながらボルトを締め込んでいきます。最後のボルトを本締めする時もガスケットが潰れたかなぐらいで軽く締め込んでおきます。多分ニュートンで言うと10ニュートンぐらいかなと思います。まあ正確な数値はわからないですけど、あとはアクセルワイヤーを止めるための新品のボルトとこの金具を使ってアクセルワイヤーを止めていきます。この金具は突起がある方をアクセルワイヤー側に向けて取り付けます。で、当然ここのボルトも締め込みすぎるとアクセルワイヤーを潰してしまうことになるので、ほどほどの力で締め込んでいきます。あとは蓋を閉めて突起を合わせまして、ゴムの留め具をボディ内側から外に出してカバーを固定したら組み付け完了ですね。はい、そしたら組み上がったのでエンジンをかけてみます。いまいちだったらキャブレターの方調整してみます。そしたら圧を抜くために通気ノブを開けまして、燃料コックレバーを運転に、チョークを引いて非常停止スイッチクリップをつけて、スロットルグリップを始動の位置に合わせてネジで固定したらエンジン始動の準備完了ですね。ちなみにグリップはエンジンを始動するときここの位置に固定するように書いてあるんですが、この位置はあんまり良くないんじゃないかなと思います。理由は後ほど説明します。よし、そしたらエンジンかけてみます。さあ、そしたら果たしてエンジンはかかるのでしょうか。はい、とりあえず何の調整もしないでエンジンかけてみたんですが、エンジンのかかりが悪かったですね。で、今アクセルグリップを少し回した状態にしてあるので、アクセルグリップを戻した状態でどうなるか確認してみます。エンジンが止まっちゃいましたね。やっぱり燃料を送る量が少ないみたいですね。なので燃料の送る量をキャブレターで調整していきます。
このネジを左に回すとガソリンを送る量が増えて、右に回すとガソリンを送る量が少なくなります。とりあえず左に1回転してみます。これで半回転。1回転。はい。そしたらまたエンジンをかけていくんですが、グリップをこの辺りまで回して、さっきはエンジンをかけたんですが、それだと水が溢れてめっちゃ自分にかかるので、ちょっと調べてみたんですけど、どうやら一目盛り目でエンジンをかけることもできるみたいですね。ですが、今回はさらに手前のここにグリップを固定してエンジンをかけてキャブレター調整していきます。なんでここで調整するかですが、これぐらい手前でエンジンをかけないと、プロペラが回って結局自分に水がかかっちゃうからですね。そしたらエンジンをかけていきます。はい。なんとかエンジンはかかりましたが、アイドリングが弱いですね。なので、この後、エンジンをかけながら、キャブレターの調整をいろいろやってみたんですが、だんだんわけわかんなくなっちゃったんで、一回キャブレターの設定をリセットしてから調整し直します。まずは軽い力で止まるところまで右にネジを回していきます。ここかな。この状態がガソリンを全く供給しない状態ですね。ここから左に回していってガソリンの供給する量を増やしていきます。サービスマニュアルだと1と8分の7回転左回しらしいんですけど、ちょっと調べてみると2回転から 2.5 回転ぐらい左回しにすると、だいたいそこがアイドリングの標準の調整位置になるみたいですね。ということでまずは左に2回転回してエンジンをかけてみます。これで半回転。1回転。1回転半。2回転。アイドリング戻してみます。止まっちゃいますね。はい、こんな感じでエンジンもかかりにくいですし、スロットルを戻してアイドリングにするとエンジンが止まっちゃいますね。次は左に2回転半回した状態でエンジンをかけていきます。アイドリングに戻してみます。アクセルを吹かしてみます。はい、こんな感じでエンジンのかけやすさはほどほどで、スロットルを戻してもアイドリングは止まらなかったんですが、エンジンを吹かしてみると、空回りっていうか、うまくギアに力が伝わってないような感覚がありましたね。それになんかエンジンの回転が時々ブブン、ブブンみたいな感じになってて変ですよね。次は左に3回転です。ほぼ2回転半と挙動は変わらないですね。少しだけアイドリングが力強くなった気がします。次は3回転半です。この辺りからエンジンがかけやすくなってアイドリングも安定してきた気がします。で、耳を近づけて聞いてみると、時々ボフボフってハンチングみたいな音がするので、もう少しガソリンの供給を増やした方がいいのかなと音を聞きながら考えています。エンジンを吹かしてみると、こんな感じで普段聞き慣れてる吹き上がりに近づいたなと感じました。エンジン始動もアイドリングも安定してきたので、次からはハンチングが収まるように燃料の供給を増やしていきます。次はあんまり変化がなかったので、4回転を飛ばして4回転半でエンジンをかけていきます。はい、ここまで来ると何回も始動しててエンジンが温まってたのもあると思いますが、スターターロープを1回引っ張っただけでエンジンがかかりましたね。は
はい、そしたら次は5回転でエンジンをかけていきます。この5回転目でキャブの調整は終了しました。もっと調整用のネジを回すことはできるんですが、ハンチングもだいぶ収まったので、ここで調整をやめることにしました。エンジンの吹き上がりもいいですね。ここで調整を終了したのには、他にも理由が2つあります。まず1つ目の理由ですが、ガソリンの送る量を増やしすぎると、点火プラグのここにカーボンという汚れが溜まりやすくなるからですね。エンジンの中にもスラッジという汚れが溜まりやすくなります。なので、燃料が濃すぎず、エンジンの始動性もいいところで調整したかったんですよね。2つ目は、キャブレターのこのネジを緩めすぎると、ここのバネの踏ん張る力が弱くなっていくので、ネジが振動で動く可能性があるということですね。一応調整をした後、エンジンをかけて、ネジが動いてないか確認したんですけど、簡易的なテストでは動いてなかったですね。一度ネジを最後まで外してみたんですが、その状態でもバネの張力は残っていたので、多分大丈夫だとは思うんですが、確信が持てなかったので、一応印をつけておいて、使ってるうちにネジが動いてるなと分かったら、もうちょっとネジを締める方向で調整しようと思っています。ちなみにこのネジは、左に7回転回すと完全に外れます。今回は右に5回転回して調整したので、ネジ山2つ分キャブレターに残るような形でついていますね。やっぱり5回転ぐらいネジを緩めればちょうどいいかな。はい。で、ちょっと気になったことがあったので、実験してみようと思います。キャブレターのネジを締めていって、ガソリンの量を減らしていくと、エンジンが不安定になっていって止まることはわかると思うんですが、逆にガソリンの量を増やしていったらエンジンの挙動はどうなるのか気になったので、エンジンをかけながら、キャブレターのネジを緩められるところまで緩めてみました。戻します。柔らかい破裂音みたいな音が出るみたいですね。はい、キャブレターの調整が終わったので、燃料コックレバーを停止にして、ガソリンがなくなるまでエンジンをかけて、キャブレターのここのマイナスネジを緩めて、余分なガソリンを排出して、軽くパーツクリーナーで掃除したら、この海専用の防水剤を気分の乗るところにシュッシュッシューってやったら、作業完了ですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は船外機のキャブレターを別の世代のものに交換しましたね。整備って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。